こんにちは。包丁職人のパーカーくんです。今回はステンレス鋼同士のダマスカスを使って牛刀を作ります。鋼材に包丁の形を写し取ります。このダマスカスはよく見かける丸模様じゃなくて、横にしましまな模様があります。穴を開ける部分に印をつけていきます。余分な部分をざっくり切り取ったので、60番のベルトで形を整えていきます。形が整いました。60番のベルトで厚みを減らしていきます。このまま焼き入れしてしまうとさすがに厚みがありすぎて少しめんどくさいので、ある程度厚みを減らしておきます。片面だけ減らしてしまうと曲がる可能性が高いので、できるだけ両面均一に減らしていきます。これから焼き入れに出します。焼き入れから帰ってきました。HRC は60でした。ハンドルのタイプにするつもりでしたが、焼き入れ期間中に新しい材料が届いたので、和牛刀に作り直すことにしました。マジックで削る部分に印をつけて、これから削ります。焼き入れ後は熱くなりすぎると高度が下がってしまうので、こまめに冷やしながら削ります。形ができました。60番のベルトで厚みを減らしていきます。切れ味を生かす側面と厚みを調整するのがハンドメイドだと難しいです。両刃は決まった形がないので、実は作るのが和包丁より難しいです。和包丁は決まった形にどれだけ近づけられるかで良し悪しが決まります。
60番が終わって包丁の形になりました。ちょっと寄り道します。ダマスカスの模様を見てみたいと思います。塩化第二鉄で模様を出します。めっちゃギザギザしててゲームに出てきそうですね。次は120番で60番の目を消していきます。牛刀は面積が多くて時間がかかります。240番で120番の目を消します。薄いと焼きが戻りやすいので高度が下がらないようにこまめに冷やしています。400番で240番の目を消します。ここから磨きの作業になります。だんだん模様が見えるようになってきました。600番で400番の目を消します。この後は800、1000と続くので、この辺で、ジャンプ !1000 番が終わりました。峰と顎を磨いていきます。包丁の背側の部分が峰です。峰は長時間指を乗せた時に痛くないように、慎重に角を丸めながら、角が崩れないように磨いていきます。顎も指をかけた時に痛くないように細く切ったベルトで角を取りながら形を崩さず磨いていきます。ここから手で磨いていきます。耐水ペーパーの1000番と2000番を専用の当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。このダマスカスは HRC60 の割には減らしにくいし目がけしにくいです。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。絵を作っていきます。絵の上下に黒の樹脂、金属の間に青の樹脂、主体となる部分にスタビライズドウッドのブルーっぽいのを使います。
模様がもやもや動きます。これを使いたかったのでハンドルじゃなくて柄にすることにしました。金属を3本使います。プライス板で材料の平面をざっくり出します。金属をカットしていきます。ノコギリで切るとバリが出るので削ってバリを取ります。青の樹脂をカットしていきます。これは割れやすいので慎重に切ります。樹脂の厚みを削って減らしていきます。スタビライズドウッドをカットしていきます。青の濃い部分を使いたいのでその部分を切り出します。プライス板でノコギリでカットする部分に溝を掘っていきます。こうすると綺麗に切れて無駄が少なくなります。付け替えるのがめんどくさいのであんまりやらないんですけどね。溝が切れたらノコギリでカットしていきます。ひびがあるのでどこまで入っているかプライス板で削りながら見ていきます。まだ取れないですね。ひびを取りました。削ってサイズを微調整します。プライス板で穴を開けます。
つけるとこんな感じです。材料が揃ったので接着しています。固まったので四角に成形します。四角になったので八角に形を整えます。八角になりました。240番で60番の傷を消します。400番で磨いていきます。磨いていくとスタビラのモヤモヤがよく見えるようになります。あとは同じ作業なのでバフ終わりまでジャンプ。バフが終わりました。一旦刃の表面が完成しました。白い粒はホコリです。刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは防水塗料です。砥石は面直し済みです。5000番の砥石でさらに刃を細かくしていきます。切れる鋼材同士のダマスカスは1枚の鋼材の包丁を研ぐときと少し研ぎ感が違います。最後に8000番の砥石で刃を仕上げます。まずは面直しをしていきます。メロンパンみたいな模様を描いてすべて消えたら平らになった証拠です。刃付けが終わりました。完成しました。表面の中にダマスカスの模様が浮かび上がる仕上げにしました。ギザギザの模様がとても細かくて綺麗ですね。裏面は模様が少し粗くて大きいです。これだけ薄くして両サイド均一にしたのに模様が揃わないのは、このダマスカスは意外と模様が均一じゃないみたいですね。
峰と顎も表面に仕上げました。絵はスタビライズドウッドを主体に作りました。模様のモヤモヤが綺麗ですね。今回のダマスカスは青っぽい横縞になるのが分かっていたので、このスタビラの青の横縞と合わせて作りました。試し切りしていきます。刃の側面と厚みをしっかり作るとブロッコリーの芯も簡単に切ることができます。最後まで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。